こんにちは、ジパング55のタカです。今回は山口県で絶対に訪れたい観光スポットをご紹介します。山口は見どころが多く、なかなか1回の旅行だけで全部を見切るのは難しいですね。今回はそんな山口でも絶対訪れたい観光スポットを11カ所に絞ってお伝えしたいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。山口を大きく4つのエリアに分けると、東の岩国と周南エリア、中央の山口と防府エリア、北の萩と長門エリア、東の下関と宇部に分けることができます。今回は北と東エリアを中心にお届けできたらと思います。前回宿泊したのは北の長門、萩エリアでしたね。まず北エリアにある萩からご紹介したいと思います。宇部山口空港からは車で1時間ほどの距離にあります。最初にご紹介するのは、幕末に活躍した吉田松陰を祀っている松陰神社です。松陰神社の近くには、幕末の志士を育てた松下村塾も見ることができます。萩駅から車で10分ほどの距離にあります。こちらが松下村塾です。教科書でも出てくる建物が今でも残っているなんてすごいですね。松下村塾は幕末期に吉田松陰が主催した私塾です。元は叔父が私塾を開いたのが始まりで、1857年に松陰がこれを継ぎ、主催することとなりました。松陰は身分や階級にとらわれず、塾生を受け入れました。活動はわずか1年余りの間でしたが、高杉晋作や伊藤博文など、明治新政府に活躍した多くの逸材を輩出しました。松下村塾は、木造瓦葺き平屋建ての50平方メートルほどの商社です。講義室だった8畳の部屋には、松陰の石膏像、肖像画、机が置いてあります。また控えの間には、門下生の肖像画や写真が掲げられています。今でも萩市の小学校では、吉田松陰の言葉の暗唱などを行っているそうです。吉田松陰の実家もあります。伊豆下田沖で、ペリー率いるアメリカ軍艦に乗り込もうとして失敗し、ここで謹慎生活を送ったそうです。思った以上に狭い部屋ですね。中には入れませんが、外から中を見ることができます。こちらが松陰神社です。1907年に創建された吉田松陰を祭神とする神社です。現在の社殿は1955年に完成したものです。ご神体として松陰が終生愛用した赤間硯と親族宛てに書いた文書が遺言によって収められています。また近くには松陰の人生を70体余りの等身大老人形で紹介した吉田松陰歴史館があります。値段は大人1人500円です。解説はかなり詳しく、人形があることで当時の様子がよくわかりました。松陰はアメリカ軍艦の密航からもわかるように、かなり行動力があった人のようですね。小さい頃から優秀で、藩主に講義を行ったこともあるそうです。密航の様子を表現し、人形まで動くようになっていました。松陰は別件で逮捕されたにもかかわらず、自ら老中暗殺計画を告白したため、死罪となりました。享年29歳でした。かなり活躍していたので、もっと年齢を重ねているかと思ったら、若くして亡くなっていたんですね。松陰の生涯を分かりやすく学ぶことができました。他にも宝物殿やお土産店などもあります。幕末の歴史を肌で感じることができるので、ぜひ立ち寄ってみてください。続いてご紹介するのは東光寺です。松陰神社から近く、萩駅から車で11分ほどの距離です。1691年に三代藩主
毛利義成が建立しました。5代、7代、9代、11代の藩主、及び夫人や側室など、一族のお墓があります。総門、三門、首楼、大雄宝殿はいずれも国の重要文化財に指定されています。境内はとても自然豊かで静かな雰囲気でした。季節によっては紅葉も綺麗そうですね。今日は平日ということもあり、全く人がいませんでした。拝観料も箱に入れて参拝しました。ここには毛利家以外にも幕末に活躍した志士たちのお墓もあるそうです。そしてこのお寺の見どころが毛利藩主の墓前にある藩士が寄進した500余基の石灯籠です。とても落ち着く幻想的な雰囲気ですね。毎年8月15日には約500基の石灯籠に火が入り、まさに幽玄の世界が広がるそうです。こちらが毛利藩主のお墓です。奥から見ても荘厳な雰囲気ですね。とても落ち着く場所なので、ぜひ訪れてみてください。続いては、旧萩藩校、明倫館です。萩駅からこちらも車で10分ほどです。明倫館は1719年に5代藩主毛利義元が家臣の指定教育のために開いた藩校です。約5万平方メートルもの敷地内に学舎や武芸修練場、練兵場などがあり、吉田松陰も教鞭を取ったそうです。現在は明倫館の跡地にあった旧明倫小学校を改修し、展示室や復元教室、レストランなどが入った観光スポットになっています。レストランのメニューも豊富な萩の幸を使っており、美味しそうでした。2号館には萩にある5つの世界遺産を紹介する世界遺産ビジターセンターと、幕末維新を科学技術の視点で紹介する幕末ミュージアムもあります。有料ですが、幕末の動乱時代を詳しく紹介しているので、お時間があればこちらも見学してみてください。昔の建築様式や歴史を見れるので、とても勉強になりますね。旧明倫小学校を感じながら、萩の歴史も感じられるので、ぜひ訪れてみてください。近くには菊屋横丁があります。藩の豪商、菊屋家をはじめ、幕末の風雲児、高杉晋作、木戸孝允、第26代総理大臣の田中義一の誕生地を見ることができます。生子壁の美しいこの横丁は、日本の道100選の一つに選ばれています。この地域は中華級の武家屋敷が軒を連ねていました。こちらは田中義一誕生地で、今は石碑だけ立っています。こちらは高杉晋作の誕生地です。晋作の生まれた建物の南側半分が公開されています。晋作の人生の紹介もしていますね。外国に支配される秦国を視察し、危機感を抱いた晋作は、1863年に身分を問わない軍事組織、騎兵隊を結成しました。江戸幕府軍の倒幕戦を勝利へと導きましたが、胸の病が悪化し、下関に隠居。1867年に結核のため、27歳と8ヶ月という若さでこの世を去りました。産湯に浸かったと伝えられる井戸もありました。晋作の息子の写真などもありますね。幕末の雰囲気を楽しめる建物でした。誕生地の近くの晋作広場には、明倫館や松下村塾に通っていた20歳頃の高杉晋作立志像が建立されています。こちらは木戸孝允の誕生地です。家の中はとても広々していますね。部屋には木戸孝允の写真が何枚か飾ってあり、一緒に説明文がありました。
高吉が落書きしたという柱も残されていました。邸宅は静かで落ち着きのある雰囲気でした。他にも昔の邸宅を見学できるので、ぜひいろいろ回ってみてください。横丁は江戸時代の雰囲気があり、とても素敵な空間です。歩くだけでタイムスリップした気分になれるので、ぜひ訪れてみてください。萩エリアの最後にご紹介するのは、道の駅、萩シーマートです。隣接する萩漁港で水揚げされた海産物が直接店頭に並び、新鮮な魚介を購入することができます。萩駅からは車で13分ほどの距離です。レストランは3つあり、ランチに利用するのもいいかもしれませんね。飲食店は海鮮丼や定食などを提供しています。お土産エリアも広々していました。お店では美味しそうな魚介類を販売しています。お刺身なども販売していました。押し寿司も販売していたので、ここで購入して外で食べるのもいいかもしれませんね。海鮮以外にもフルーツや特産品、加工食品なども販売していました。甘味もわらび餅やプリン、アイスなどが販売していました。私は押し寿司とアイスを購入しました。外のベンチで食べましたが、どれも美味しかったです。特産品も多く、お土産の購入にもいいかもしれませんね。萩名産品がいろいろ販売しているので、訪れてみてください。続いてご紹介するのは、長門湯本にある瓦そば柳屋です。山口宇部空港からは車で1時間ほどです。長門湯本駅からは歩いて15分ほどです。甲斐長門からも歩いて3分ほどの距離にあります。甲斐長門でもご紹介しましたが、長門湯本は訪れ側を中心にとても雰囲気が良い場所です。長門湯本の様子はこちらの動画でご紹介しているので確認してみてください。そんな温泉街にあるのが瓦そばの柳屋さんです。1階はそば、2階はカフェになっています。お土産用のお蕎麦も販売していました。店内はこじんまりしており、席数はそんなに多くなかったですね。瓦そばは山口県の郷土料理で、瓦の上に茶そばや具材が乗っているお蕎麦です。瓦そばに牛飯やしらす飯をつけるセットもありました。瓦そばは西南戦争の際に薩摩の兵士たちが野戦の合間に瓦を用いて肉や野草を食したという言い伝えから、昭和中頃に山口県下関市にて発案されたと言われています。こちらのお店では風味豊かな茶そば、手作りの錦糸卵、うまみあふれる牛肉、新鮮な薬味など一つ一つにこだわった素材を熱々の石州瓦に盛り付けています。こちらが瓦そばです。とてもインパクトがあり美味しそうですね。今までに食べたことがないお蕎麦です。熱した瓦の上で広がる香ばしい香り、ふわふわのお蕎麦とパリパリのおこげなどがとても美味しいです。お蕎麦におこげがあるなんて今までにない経験です。王道のお蕎麦ではないですが、とても美味しいです。これは長門に来てぜひ食べていただきたい一品ですね。長門湯本の雰囲気もとても素敵なので、ぜひ訪れてみてください。続いては元の隅神社です。海辺に鳥居が並んでいる絶景が見られる神社です。今回は大雨でしたが、晴れたら綺麗な景色を見ることができます。先ほどの長門湯本からは元の隅神社まで車で30分ほどです。神社の参拝は無料ですが、駐車場の料金が1時間300円ほどです。近くには売店もあり、お土産も販売していました。元の隅神社は1955年に白狐のお連れによって建立されたそうです。
日本海に向かって123基の赤い鳥居が連なる景色が圧巻です。アメリカの放送局 CNN が2015年に発表した日本の最も美しい場所31選にも選ばれたそうです。白狐にご縁があるので、狐がたくさんいますね。高さ約6メートルの大きな鳥居の上部には、賽銭箱が設置されています。お賽銭を放り投げて、賽銭箱に入れば願いが叶うと言われています。海まで続く鳥居は本当に圧巻ですね。休日はとても混雑しており、駐車場を止めるのにかなり待ちます。朝など、人が少ないタイミングで来ることをお勧めします。たくさんの鳥居を通っていると、京都の伏見稲荷大社を思い出します。こちらは海沿いにあるので、また違った趣がありますね。今日は大雨ですが、晴れていると綺麗な風景が見れるようです。鳥居を抜けると、開けた場所から海を眺めることができます。建物などは特になかったですね。日本の中でもなかなか見れない光景なので、ぜひ訪れてみてください。続いては綺麗な橋を見れる角島大橋です。先ほどの元の隅神社から車で40分ほどの距離です。山口宇部空港からは車で1時間30分ほどです。北九州空港からも同じくらいなので、九州旅行のついでに寄るのもいいかもしれませんね。角島と本州を結ぶ橋で絶景の海と橋を見ることができます。あいにく今日は天気が悪かったですが、晴れるとこんな光景を見れるそうです。角島大橋は長さ1780メートル、通行料無料の離島架橋です。以前こちらでご紹介した宮古島のリラブ大橋のようですね。テレビ CM やロケ地にたびたび登場するので、一躍有名になりました。橋を渡る前には無料の駐車場もあるので、写真を撮るのにも適しています。山口の北西方向にあるので、少し行きにくいですが、天気が良い日はぜひ訪れていただきたいスポットです。続いては、唐戸市場です。唐戸市場はフグの市場としてはもちろんのこと、貝やハマチの市場としても有名です。地元の漁師さんたちが取った魚を直接販売しており、地方卸売市場としては全国的にも珍しい販売形態の市場です。山口宇部空港からは車で1時間ほどの距離です。唐戸市場は3階建てで、1階に露店のようなお店がたくさん出ており、2階には回転寿司や食堂が入っています。魚が泳いでいる生けすもあり、とても新鮮そうですね。回転寿司や食堂も美味しそうなので、ここで食事してもいいかもしれません。私は1階にある露店でお寿司を購入することにしました。ここには握り寿司が多く販売しており、ネタを自由に選んで購入することができます。海鮮のお弁当も販売しており、どれも美味しそうですね。私もネタを選んでシェアしながら食べたいと思います。値段は様々ですが、高級ネタの中には安いものもありました。その場でいろんなネタが選べるのは嬉しいですね。海鮮以外にも揚げ物や汁物なども販売していました。市場の前には下関海峡があり、奥は北九州が広がっています。今日は天気が良くなかったですが、風も気持ちよく、景色もとてもいいですね。ここはフグの取引も有名なので、銅像も飾ってありました。市場で買ったものを皆さん外にあるベンチで食べていました。休みの日だとかなり混雑していますね。私も外で食べることにしました。市場は午後3時までですが、店舗によって閉店時間は異なるようです。ネタによっては閉店間際の方が割引になるみたいですね。
ネタは新鮮でとても美味しかったです。ただ値段は激安というわけではなかったので、注文の時は選びすぎないようにしないといけないですね。雰囲気も市場を楽しめるので、ぜひ訪れてみてください。続いては、特別天然記念物に指定されている秋吉堂です。秋吉台国定公園の地下100メートルにあり、日本屈指の大鍾乳洞です。秋吉堂は山口宇部空港からは車で45分ほどです。長門方面に行く途中にあります。鍾乳洞までの道には昔ながらのお土産店や飲食店もあります。休憩に利用するのもいいですね。洞内の温度は四季を通して17度で一定し、夏は涼しく、冬は暖かく、雨の日でも観光を楽しめます。お土産店の連なった道を抜けると、秋吉堂の入り口が出てきました。入場料は大人1300円です。秋吉堂はかなり長く、往復で1時間ほどかかります。時間に余裕を持って訪れた方がいいですね。洞窟に向かって舗装された道を歩いていきます。洞内の総延長は 10km を超え、約 1km に及ぶ観光コースでは、長い年月をかけて生み出された自然の造形美を目にすることができます。こちらが秋吉堂の入り口です。入り口からとても幻想的な雰囲気ですね。洞窟は思っている以上に巨大でした。まさに異空間に入っていくようでしたね。洞窟の中とは思えない光景が広がっていました。道は舗装され、ライトアップもされているので、比較的歩きやすかったです。見どころには、看板と自動音声が流れるスピーカーが設置されており、説明を聞くことができました。小さいものは10センチ足らずで、実際のお皿の枚数は500枚ぐらいございます。このお皿がどのようにして出来上がったかと申しますと、前方正面の小高いところから少しずつ地下水が流れ落ちておりますが、お分かりいただけますでしょうか。この地下水の中には秋吉台の石灰岩の成分が溶け込んでおりまして、この石灰分が少しずつ岩肌に沈着し、内の部分を盛り上げていったのでございます。別途料金が必要ですが、探検コースもあり、懐中電灯を片手にはしごを登ったり、鍾乳石の間をすり抜けたりできるそうです。興味がある方はそちらも参加してみてください。100万年にわたる地下水による養殖作用と地下水位の低下やさまざまな要因で、このような洞窟が形成されたそうです。とても神秘的な光景ですね。中から見る出入り口もとても幻想的でした。圧巻の光景を見れるので、ぜひ訪れてみてください。最後にご紹介するのは別府弁天池です。先ほどの秋吉堂から車で15分ほどの距離です。別府厳島神社の境内にあり、日本名水百選にも選ばれています。水の透明度が半端じゃないですね。近くでは湧き水も飲むことができ、専用の給水所も設置されています。池の水を飲めば長寿が保たれ、財宝が授かるという言い伝えもあるそうです。池の水を直接飲むことはできないので、注意してください。近くの川にはカニもおり、自然の豊かさがうかがえます。食堂もあり、新鮮なニジマスが食べられるそうです。これだけ水がきれいだと、魚も美味しそうですね。隣には釣り堀もあり、ニジマス釣りを楽しむことができるそうです。神社自体は大きくないですが、きれいな池と相まって厳かな雰囲気があります。ぜひ皆さんも秋吉堂とセットで訪れてみてください。それでは今回のおすすめ山口観光スポット、いかがだったでしょうか。
山口は観光スポットが豊富ですね。また訪れて皆さんに観光スポットをご紹介できたらと思います。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。